皆さんこんにちは。今回ですね、こちらにございます富士フイルム GFX100S2 ですね。ゆえあってこちらをお借りしましたんで、こちらを紹介していく動画となります。ちなみに引きの方がですね、富士の XT4 っていうカメラを使ってまして、こっちがGFX100 なんですけども、レンズの方はですね 55mm F1.7 っていう、これも新しいGFX 中盤サイズのレンズってことで、動画はですね 4K で16対9のプロレス HQ で、外部 SSD に収録してまして、10ビットで、それを、書き出しはおそらく 8K、写真の方の作例とかも出していくんで、YouTube 上では最大の 8K で出していこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと簡単に掲示をですね、僕の青春の掲示をにこう入れてですね、これオートフォーカスで撮ってます。で、オートフォーカストラッキングっていう機能がございましてですね、例えばカメラの方に今フォーカスが来て、でタッチで切り替えるとこれは人間の方に来たかと思います。だいぶ薄々なんで GFX102 になってですね、中盤のなのにフォーカス周りがだいぶ進化したっていうところでちょっと使ってみてます。主に写真の方で使うカメラだとは思うんですけど、そうですね。はい。中盤サイズっていうところで、どうでしょう皆さん、これ見てみて。結構こう、ハイライトとか来て、かなり強めのこっち焚いてるんですけど、こっちだとやっぱり飛んでしまっているように、ヒストグラム上では見えるんですけど、こっちだと、なんていうんですか、ハイライトのロールオフっていうんですかね。やっぱりこう粘ってる感じがありますよね。ダイナミックレンジ広いんだなっていうのを、見て取れるかなって思います。ちょっとじゃあ、レンズをちょっと 80mm の F1.7 にちょっと今変えてみようかなと思います。はい、こっちもオートフォーカスで、ちょっと撮ってみてます。80mm な、だいぶ画角がですね大きくなりますけども、ここまで来るとですね、やっぱりカメラ部 TV さんの方で言ってたのが、中盤のそのフィルムのね本当の中盤よりも、デジタルの中盤って44センチ ×33 センチっていうところでフィルムの中盤よりはちっちゃいと。でその時に中盤っぽさが出せるのは実はそこまででもないんじゃないかみたいな話があって、でも、80mm の 1.7 になるともう絶対フルサイズでは出せない、ボケ量が出てるみたいな感じなんですけど、80mm ですね。はい。じゃあやっぱりもう一回 50mm 戻します。本日のメニューはこんな感じでいこうかなと思います。はい、まずですね、イントロが今終わったところなんですけども、簡単にその、写真の方とムービーの方ですね。大雑把なスペックとかの確認はこの動画ではしないでいいかなと思ってます。秋山ムービーさんの方で、紹介されてたかと思うんで、そっちを見てもらえれば大枠はつかめるんじゃないかなっていうところが一つです。で、僕の方では主に動画の方で、マジで実践投入しようとしてるんですけど、これ今度。それにあたって、撮影テストっていうか、機材テスト、カメラテストの、一環としてこの動画を今実は作ってる感じでございまして、なので、動画メインの話になるかなというふうに思います。とは言ってもですね、せっかくなんでサンプルのフッテージをですね、皆さんにご共有するっていうところで、8K で書き出して、写真の作例、それからムービーの方ですね。猫を主に、撮ってきたんで、短いムービーをちょっと流しまして、はい。で、その後に、数日間、軽く使ってみた感想ってことで、述べたいと思います。で、その後にですね、動画で使う時のお話っていうかをしてみたいなと思います。というわけで、サンプルどうぞ。
かがでしたでしょうか。猫を撮ってみて思ったのはですね、AI のディープラーニングのデータを元にですね、動物モード、飛行機モード、電車モード等々あるんですけど、もちろん人物の瞳 AF モードもあるんですけど、動物モードっていう時にもう完全に猫のマークなんで、これはだから猫のために作った、猫撮影に、使わずには、折れないと思いました。はい、なので、そろそろ猫買おうかなっていうところですね。まずは第一点として。で、そのオートフォーカスに関して言うと、猫もやっぱ動き早いんで、動き方によっては追えない時もあるなっていう感じなんですけど、中盤っていうところでイメージしてたそのフォーカス速度っていうんですか、そういうのはもう優に超えてくる感じっていうんですかね。普通にスチールで撮るんだったら、オートフォーカス任せでかなり便利に使えるんじゃないかなっていうふうに思いました。こんな風に早くフォーカス合うんだねっていうのを思いました。それでですね、デザイン外観周りの話をしたいんですけど、まず、センサーサイズをちょっと見てみましょうか。GFX が、このサイズなんですよね。で、フルサイズ FP なんですけど、マウントももう K が全然違うんですけど、1.7 倍って感じですかね。やっぱり開けたらもうでかいからもうほこり入んないか心配で僕はもうすぐこう閉じるんですけど、こっちもそうですね。ミラーレスはやっぱり心配になりますね。EF マウントだとこう深いんでちょっと安心なんですけど、なんか傷がついたりしないかほこりが入んないかすごい気になっちゃいますね僕は。でもでかいんですよね。だから動画でどのぐらいでかいかっていうとなんですけど、V ラプターの一番でっかいやつがあるんですけど、それがセンサーサイズがフルサイズよりすげえちょっとでかいビスタビジョンサイズっていうのがレッドの一番ハイエンドのセンサーサイズ500万ぐらいなんですけど、これ100万円ちょっとでこのサイズの動画が記録できるっていうのが僕はすごいなっていうのと、でやっぱり4対3なんで写真メインのセンサーではあるんですけどね。ただその Alexa65 っていうイメージセンサーがあってですね、そのデジタルでは一番ハイエンド、そのセンサーサイズがそれシネマ用なんで横長で横が 54.12 かける25.58 ミリっていうサイズなんですよね。だから順番的に言うと V ラップセンサーサイズだけの話をするとレッド V ラプターよりでかいで Alexa65 より小さいみたいなナンバー2、世の中にあるカメラの中でナンバー2の単純なセンサーサイズ比較ですけど、Alexa の65の次のサイズがあるっていうところなんですよね。それでもう気になってしょうがないわけですよ僕は。センサーサイズがでかければいいってもんじゃなくて、やっぱり収録企画とか、カラーサイエンスでカラーサイエンスに関しては富士は絶対大丈夫で、一応外部記録でアトモスとかB ローだと外部記録12ビットできるわけじゃないですか。あとそのセンサーのその元々の作り方の違いとかもあると思うんですよ。センサーそのものの何ていうんですか、性能とかもあると思うんですけど、でかさで言うと世界ナンバー2なわけなんですよね、この富士の中盤っていうのは。でそれが草65だともう家買うみたいな値段なんですけど、それが100万円ちょっとで買えるっていう、そこですよね、このワクワクは。ちょっと動画の話になっちゃいましたけど、まずデザインの話しましょうか。富士フイルムさんから届いた時のファーストインプレッションは軽っって思いました。これとこれで重さ変わんない気がするんですね。でこっちなんか行くとこっちの方が体感値だと倍ぐらい重いです。ポケットシネマカメラにそれいい悪いっていう話じゃなくて、これこのセンサーサイズでなんかこの中盤なんか重そうじゃないですか。それがね こんな軽いんだって思いましたね。であとシェイプですよね。で今これファインダーをあえてつけてないんですけど、ここにカバーがありまして、ファインダーはこうカチャッとはめてつけると。で撮りたかったら撮れると。だからこの形ってちょっとボックスカメラっぽいんですよね。ところもだから似てるこっちとは形は似てる。サイズはちょっと全然違うけど、こんな小さいんですよ。iPhone XR より横幅はもしかして小さいかもしれない。はい、で縦幅もなんか iPhone1.2 倍ぐらいのサイズ。このサイズっていうマジかって感じなんですよね。中盤マジかみたいな感じなんですよ。でボックスサイズかみたいな。でまた面白いのが、ここ電源切ってもここの液晶ついてるんですよ。電源つけてこれ表示切り替えられるんですけど、例えばこれ切り替えました。で切ります。
前の設定はそのままこうあるんですよね。なんかちょっとアナログっぽい感じっていうんですか。でここのここのシェイプですよね。ここの曲線ですよね。ここは結構グワッと結構グワッときてて、で持ちやすいですね。マーク3ぐらい持ちやすいです。でここがこう見た目めっちゃかっこいいみたいな、この四角い感じがねかっこいいですね。これかっこいいですね。はい、でレンズも、これがですね 23mm、 ちょっと待って、80ミリ 1.7、 これ 80ミリなんですけど、後ろ玉もこのでかいわけですよね、普通のと比べて。でこれもねレンズもね軽いんだな。なんか僕のファーストインプレッションだから、例えばじゃあ APS-C の、こういうレンズと比べてこっちの方が絶対重いんですけど、例えばこれシグマの 40mm っていう、これがフルサイズ用のレンズなんですけど、まあこれは重いのがいいみたいなレンズなんですけど、これと比べてやっぱ軽いから、いつも使ってる単焦点と比べて 80mm の方がなんか軽いんだ、中盤の方が軽いんだみたいな、そこですね。だから何考えてるのかっていうところですよね、この設計思想は。中盤を日常ユースさせようとしてるわけなんですよ。そういう意図がもうここで感じられたんですよね。うん、軽くなったっていうところですね。でそのファインダーももちろんつけて、まあ普通に写真撮る時はここが丸いからかっこいいわけなんですよね。見やすいし。でこう結構出っ張ってて、そうでも例えばじゃあ外部モニターつけて動画で使いますっていう時はこれで結構ボックスカメラみたいでかっこよくねっていう、まあ、その辺が外観だから、まあ、ここの素材感もそうだし、こういうとこの素材感も全部そうだし、ここが斜めにもなってて、で軽いと。でなんかこの素材もこう他のなんだろうメーカーではまだ見たことないような素材感なんだ。すごいこう令和っぽい感じを印象を持ったんですよね。傷ももちろんつきにくいし、すごく飛行機を連想したんですよね、僕は。飛行機とかロケットとかこれからの時代のそういうこういうガジェットっていうのは、まあ、やっぱり軽くなっていくし、こう素材もなんか高性能みたいになっていくし、なんかこの本当の最新のやつって実は今までのなんかカメラとかのイメージよりももっと未来のようなもののようなイメージ、未来からやってきたようなイメージがしますね。このイメージセンサーもやっぱりこのサイズのやつは僕は全然使ったことないし、こういうところのこう加工もなんか絶対今まであんまこんなにこう鋭角にこう反ったりしないかったんじゃないかなっていうのと、あとまあダイヤルのこのふくよかさとか押した感じとか全部含めた時にイメージは飛行機のようなものを連想しました。はいはい、っていうのがまあ一番言いたかったところですね。でその画質とかに関する感想なんですけども、まあ、初見で実は僕は何が中盤の何か意味あるのかなみたいなやつがあんまり実は理解できなくてですね、多分1日か2日睡眠を取らないと中盤サイズの良さっていうのを多分理解することができないと思います。てか僕がパッとまずこう最初に届いて、じゃあプロレーザー HQ で、タイプ C で、まあ、サンディスクのこれに、まあ、収録できたんですけど、収録して、まあ、ダヴィンチとかでその日の夜にも見てたんですけど、なんかそこまでこうすごい感動したっていうのはなくてですね、なんかぼーっとこういう感じなのかみたいな、F ログ2かみたいな、まあ、そんなんでラッと当ててみたりしてたんですけど、だからその初日って感動が全くなくてですね、写真も含めて何がいいんだろうなみたいな、ちょっとこう撮影して、こう拡大して何がいいんだろうなみたいな感じだったんですけど、こう何日か睡眠をとってで改めてこっちのパソコンで見た時に、やっぱりいいなみたいなダイナミックレンジの話なのか、会長が滑らかということなのか、またはそのボケ感からの、ピント面がこうくっきり浮き立つことなのか、何を理由としてるんかはちょっとまだよくわかんないんですけど、ふくよかさみたいなところですね。そういうのがあって、パッと見なんかすごい感じがするみたいなのが動画でも一個大きいそういう感触がありますね。
でその動画で、使うにあたってテストにしてみた、所感を、述べたいと思います。まあちょっとまとめると、4K のプロレス HQ まで内部記録ができます。で内部記録といっても SD カードじゃなくて Type-C アウトからの SSD 直のレックができるんで、プロレスにしたいんだったら CFX プレスか Type-C アウト。1265まで、SD カードでいけるとこまでいけるみたいな感じですね。で、HDMI からロー信号を出せるんですけど、ブラックマジックでビデオアシストを使う場合は、12ビットの B ローが取れて、ただカラースペースとガンマがブラックマジックデザインのものになるので、富士の F ログではないそうです。じゃあと思ってアトモス Ninja 5を借りてですね、富士のカラーサイエンスで使いたいじゃないですか。で使いたいんだったら、しかもローで撮りたいんだったらアトモス Ninja 5になるんですけど、アトモス Ninja 5が、レンタルしたやつなんで、もしかして Ninja 5プラスからの対応なので、ファームアップさえできなかったんですね、僕はね。これに対応したファーム、Ninja 5。で、ファームアップさえできないから収録12ビットでやりたかったんだけど、またきっといつか。やっぱりカラーサイエンスが、一丁の利があると思います。他のメーカー、例えばじゃあブラックマジックのブラックマジックデザインフィルムの Gen5 もいいとは思うんですけど、やっぱり富士フイルムの、やっぱ F ログからのラットめちゃめちゃ僕はもう大好きなんで、それで12ビットのローが取れれば、これはもうすごいかもしれないですよね。だからこのカメラは。それからですね、GF レンズで、じゃあムービーでオートフォーカスどうなんだで、冒頭の時はトラッキングモードって言って、ちょっと見えるかわかんないんですけど、こういう風にフォーカスフレームをトラッキングするやつですね。これでやってたんですけど、このトラッキングの時はそんなすごいめっちゃ距離を移動するんじゃなければ動画でも結構使えるんじゃないかなっていうのがありました。ただ、これマニュアルフォーカスでフォーカスをフォローしたいと思った時にこういう風に来ちゃうんですよね。極端にやるとスムーズには来てくれない。だから動画で使う時はここはちょっとネックかなと思いましたね。なのでちょっとまた機会を見つけて12ビットで、ぜひ撮りたいなっていうのがありますよね。キノグでプロレスの422と4444で僕は超えられない壁があるんじゃないかと疑っているんですよね。でそこの4444と422の違いが例えばじゃあローで撮った時にいい気持ちみたいなプリージングって思う違いだと思うんで、そもそもセンサーサイズでチートしてでビットレートで12ビットでまたチートすればすごいんじゃないかなとかって思って、ぜひ見てみたいです。どうせ書き出しの時にね、どうせ YouTube に上げる時にH264 とかにどうせ圧縮するんだから写出量的な違いはあるのやないのやみたいなツッコミももちろんあるとは思うんですけど、まずはその収録の方で最高はどこまで綺麗になるんだろうっていうのは気になるところですね。忍者5プラスを借りればよかった。忍者5プラスね、まだあんま置いてないんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルではですね、アートライフミュージックのテーマで動画をお送りしてまいります。GFX の動画ですね、せっかくお借りしてるんで、もう2本ぐらい本当は出したいかなっていうふうに思います。ただ全部3本一気に作るのちょっと大変なんで、またそんなに長い期間お借りしてるわけでもないんで、ちょっと取りためて後でもう2本ぐらいちょっと出せたらいいかなっていうふうに思ってます。はい。ちょっと取り留めのない話ですけども、こんな感じで、終わりにしたいと思います。